皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回は私のミス渡るとちょめまるの2人でベイブレード X 特別先行体験会に参加してきたので、そちらのイベントの様子を皆さんと共有したいと思います。それでは体験してきた動画に後撮りで補足を入れながら話していきたいと思います。このイベントではですね、ベイブレード X に関するご説明と、なんと情報解禁されたばかりの商品をですね、皆様には世界最速で体験していただきます。ではまずはじめに、ベイブレード X 開発チームの篠永よりご挨拶と新作の発表を行わせていただきます。篠永さん、よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりましたベイブレード X 開発チームの篠永です。よろしくお願いいたします。さて、本日新作を発表するベイブレードなのですが、もともと昔からある日本にあるその伝承玩具であるこのベーゴマ、皆さんご存知だと思いますけれども、こちらを現代版に進化させた、対戦玩具でございますと、1999年のこのバク転シュートベイブレードから始まり、メタルファイトベイブレード、ベイブレードバーストというふうな形で2024年で25周年を迎えるコンテンツとなっております。またこちら全世界80以上の国と地域で累計5億個以上出荷されているというふうな、各世代で各ブームを起こして、社会現象を起こしてきたとてつもないコンテンツになってきているかなと思っております。そんな3世代で全てで、社会現象を起こして、なぜこんなに多くの人に愛されているのかっていうところを、これはもうひとえに、本能に根ざした遊びであるってことが、大事なのかなというふうに私たちは思っております。国籍、性別、年齢関係なく全ての人が同じステージで一緒になって遊ぶことができる、そんなベイブレードは、今回おもちゃの域を超えて世界中に愛されるスポーツとしてさらに多くの人々に魅了できると我々信じております。で、本日初披露となるベイブレード X、こちら今までのベイブレードを凌駕し全世界で愛されるスポーツとなる、そんな我々の夢を実現できるものになっていると思っております。まずはこちらのベイブレード X に込めた我々の思いをお伝えします。ベイブレードはスポーツで、スケートボードがオリンピック種目になった、ゲームが巨大なスポーツ産業になった。スポーツの定義は変わっていくけれど、そこにはいつも本能を刺激する普遍がある。ベイブレード X、それはスポーツへ向かうベイブレード。鼓動を乱すほどギアは鋭く、駆け引きはシュートの瞬間まで続く。体中の血が勝利へうごめく。20年を超える進化の先に、ここからどこまで行けるか、一番遠くで面白い未来を始めよう。もう遊びじゃない、ギアスポーツベイブレード X、 こちらの思いを今回映像にまとめております。で、こちらの映像がゆくゆくは現実にできるものとして我々準備を進めておりますので、その内容も後ほど皆様にお伝えできればと思います。今ご覧いただきました映像のような世界を作り上げていくためにも、やはりこの勝利のためにこの綿密にセッティング可能なギア、自らの技量、その向上を求められるその競技性、そういうところも全部含めて心技体全てが必要なこのベイブレード、もはやおもちゃではなくこのようなスポーツの次元に進化していけると我々信じております。で、その進化を実現するのがこの歴代最高傑作であるベイブレード X でございます。ベイブレード X 最大の特徴はこちら、超加速の衝撃になっております。超加速ギミック、このエクストリームダッシュと呼ばれるギミックによって発動するものとなっております。このギミックにより全プレイヤーがもう夢見た漫画やアニメのような必殺技、これを実現しております。バトルはより激しく戦略的なものへと進化してまいります。そしてベイブレード X、 これだけではなく第一世代から続くもうベイブレードのオリジン、カスタマイズ性でありましたり、バトルの相性、そういう戦略性の部分はもちろん、第2世代バトルを激しくしましたこちらメタルブレード、そして第3世代バーストギミックという風な形でそれぞれもう世界中を熱狂させてきたこれらのギミック、ベイブレード X に搭載されております。まさに歴代最高傑作になり上がったかなというふうに思っております。さあ、それではじゃあ実際にこちらのカメラでお見せできればと思います。ベイブレード X のこのエクストリームダッシュのギミックとしましては、ベイブレードの軸先についているギアとスタジアムの外側にあるこの緑色のライン、こちらエクストリームラインというのですが、ギアがついたレールになっております。
これが回転した時に噛み合うことで先ほどの動画のような超加速ギミックエクストリームダッシュが発動するものとなっております。それではじゃあ早速シュートの方行ってみましょう。いくぞ3、2、1、ゴーシュッ。このような形でギアのビットのギアが測ることでこのようにエクストリームラインを駆け回る、これがエクストリームダッシュとなっております。こちらベイ史上最速の動きとなっておりまして、このアタックがベイブレード同士ぶつかり合った時にどうなるのか、バトルになった時どれぐらい激しくなるのかというところを実際にお見せできればなというふうに思っております。皆さんもよければご一緒にいきましょう。いくぞ3、2、1、ゴーシュー。おっ、外側からおっといきなり強いアタックが入りましたね。このメタルのブレード、第2世代と同じくメタルのブレードが搭載されていることにより通常出ました、バーストフィニッシュ、青いドランソーの勝利です。今ご覧いただいたように第3世代にも入っておりましたこのバーストギミック、こちらのベイブレード X の中にも搭載されております。それではじゃあ2戦目いっちゃいましょうか。いくぞ3、2、1、ゴーシュー。おー、エクストリームダッシュ決まった。しかしそれを黄色のベイウィザードアローがかわしていく。さあこうなってくるとスタミナタイプのウィザードアローが有利か。しかし先ほどのようなバーストギミックも搭載されているので最後まで勝負は分からない、このハラハラ感。しかしここはウィザードアローが新フィニッシュで勝利です。じゃあ最後にもう一戦だけいきましょうか。いくぞ3、2、1、ゴーシュー。おー、速い、暴れ回るドランソードが決まった、バーストフィニッシュ。このようにエクストリームダッシュとメタルのブレードが組み合わされることにより今まで以上に激しいバトルが展開される、こちらはベイブレード X の醍醐味になっております。それではベイブレード X の広がりとしましてデジタルでの遊びの進化についてご紹介いたします。3つございます。ブレーダー活動をデジタル推進するアプリ、2つ目ベイバトルをリアルタイムにショーアップする筐体、3つ目デジタル世界で新たなベイバトルを体験していただくロブロックスになります。まずアプリの方です。こちらは専用デバイスのベイバトルパス、こちらと連動することで遊べるものとなっております。シュートパワーやシュート回数の方を自動的に計測しアプリの方で表示ポイント化することができるようになっております。まさにもうブレーダーの活動をデジタルでサポートしているようなツールになります。こちらも詳細動画ございます。ご覧ください。ご説明したいと思います。こちらの新しいアプリなんですけれども、QR コード、商品の QR 読み取るとベイが、コレクションできるような機能があったりします。こういう形ですね。これと別で、この新しいベイバトルパスとリアルタイムに通信してゲームができる機能も実装しております。こちらの中に Bluetooth が入ってますので、もうリアルタイムに無線でつなぐことができるようになっています。今、接続待機に入りまして、これで接続完了です。でこの中でデジタルバトルができるんですけども、自分のシュートパワーを使ってデジタルバトルができます。なるほど。もしよかったら体験してみても。じゃあちょっと私小水渡り挑戦してみます。じゃあここに3、2、1、ゴーシュート出ますので、それに合わせてください。3、2、1、ゴーシュー1万超えましたね。どれぐらいが基準なのかわかんないんですけど。いや、1万は本当に超えたらすごい方です。まず1万超えれるかがだいぶ壁になってるので。そうなんですね。ちょっとじゃあもう一人やらせてもらって。この結果によってベイポイントというのが溜まって、商品買ったりイベントに参加したりするとベイポイントがどんどん溜まっていくんですけども、それを使ってレアベイゲットバトルでガチャに挑戦することができる。で当たるとレアなベイが本当にここでしか手に入らないレアなベイがもらえるような仕組みになってます。いいですね。ちょっと今試作なので一回一回繋がなきゃいけないんですけれども、実際にはそこら辺は改善される予定です。やっぱりこうリアルタイムにできるっていうのと、あと精度がかなり上がっているので、このシュート遊びで1人でも十分遊べるようになってるかなと、思ってます。それではいきます。
さだから1万超えるかな。超えない。なかなかやっぱ1番の壁は熱いです。1番はやっぱすごいですね。はい。あでもこの一人で遊べるってのもいいですね。そうですね。はい。なんかちょっと打ち方変えてみたらどうなんだろうとか、このぐらいゆっくり打ったら逆にどうなのかなとか、結構その辺がリアルにその場でこう見れるっていうのは非常に楽しいかなと。これバトルしてます。そうですね。はい、ということでこちらスマートフォンアプリベイブレード X、こちらもご期待いただければと思います。続きましてこちら XR デジタルスタジアム兄弟というところで、次世代型テーマパークリトルプラネットを運営されるリトプラさんとタッグを組んで研究開発を進めているものになります。このようにベイブレードの動きを検知し軌跡を表示するような筐体となっておりまして、ベイブレードのバトルをリアルタイムにショーアップすることができます。このスタジアム、まさにもう観客も巻き込んで盛り上げるようなスタジアムとなっているため、我々の目指す、スポーツ、みんなでこう目指していく憧れの舞台というものがこちらを中心に作っていけるかなというふうに思っております。それではちょっと実際に動画に合わせてどのようなものかご説明いたします。こちらベイブレード X XR スタジアムとなっております。実際にシュートしますとこのようにベイブレードを検知して軌跡が表示されるようなものとなっております。現在研究開発中なのでこの軌跡だけではなく今後ぶつかった時の火花であったり新たなエフェクトというものも足していく予定となっています。このようにバトルをリアルタイムにショーアップするものですので、見ている人も楽しいよというものになっております。おお、結構しっかりと映るんですね。まだ最速でシュートしちゃうと追い切れないんですけど、なるほど。5億ってみたいな。でもそこも精度を今後上げていく予定です。そうですね。世の中に日本人全員がこれライトは上から出してる。出てると思う。ライト下からやってます。下からこれ上からやっても全然。そうなんですよ。上の方で実はベイの位置を検知してて、それに対して下からプロジェクターで映写してる。じゃあ本体は下の方みたいな。そうです。そうアニメの世界。そうです。現実になってる。まさしく。いやこれすげえ面白いです。はい、それでは最後3点目になります。ベイブレードの世界展開の新たな取り組みとして全世界で話題のメタバースプラットフォームロブロックスの方に、新コンテンツ創出も予定しております。ロブロックスはデイリーアクティブユーザー6600万人以上の世界最大規模のメタバースプラットフォームです。そのロブロックスでの展開の第1弾としてクリエイターとともにロブロックス上にワールドを作るクリエイター競争プロジェクトの開催を夏に予定しております。ぜひこちらもご期待ください。以上3つがデジタルでの施策になります。こちらの進化がリアルでのバトル、こちらを加速させていくものとなりますので、ぜひぜひご期待いただければと思います。またベイブレード X、 今までご紹介しましたように我々歴代最高傑作になったと自負しております。まさにもうスポーツにふさわしいものじゃないかなというふうにも思っております。このベイブレード X をより白熱の舞台で、より緊張感あふれる舞台でもう皆さんに楽しんでいただくためにこういう舞台を用意いたしました。マスターズ大会と呼ばれるものになります。こちらは以前ですと全国大会など小学生限定で行われてたりとか、あとはその大人大会の方も少しやはり規模がちっちゃくなってしまったりということがありましたが、今回のこのマスターズ大会は子供から大人まで皆さんがご参加いただける大型の大会となります。まさにもうベイブレードの頂点、トップグレーダーを決めるにふさわしいグレードの高い大会です。豪華な副賞の授与も予定しておりまして、まさに憧れの舞台っていうだけではなく、もう特別な演出もゴリゴリに入れまして、選手だけではなく観客の皆さんも手に汗握る最高の体験ができるものになると思います。なのでぜひ皆さんも参加いただけると幸いです。最後にベイブレード X より皆さんに楽しんでいただくために東京おもちゃショー、6月に行われます東京おもちゃショーや全国のおもちゃ売り場の方で先行体験会の方を実施いたします。またその際にこのようなスタジアム配布、スタジアムをゲットできるチャンスというものを設けておりますので、ホームページの方まとめておりますのでそちらの方をご覧ください。最後にファンコミュニティサイトの、ファンコミュニティについてのご紹介です。ここにいらっしゃる皆様は入られているかと思いますが、
ベイブレードブレーダーズラボ、こちらファンコミュニティサイトと、あとはベイブレード専用チャンネルのベイチューブというものがございます。こちらの方、今後はこれらの場で皆さんと一緒に、ベイブレードの未来について語っていければなというふうに思っておりますので、まだチェックできてないよっていう方がいらっしゃいましたら、また参加いただけると幸いです。以上、ベイブレードの商品に関する説明以上になります。ありがとうございました。篠永さん、ありがとうございます。まさしくもう今後はもうファンの皆さんとどんどん作り上げていくものだと思っておりますので、ぜひ一緒に未来を語っていけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。篠永さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではいよいよベイブレード X の体験会に移ってまいります。ここからはですね、イベントの進行役としましてマスターブレーダー堀川さんに登壇していただきます。マスターブレーダー堀川さん、どうぞ。どうもー、後ろのカメラからごめんなさいね。マスターブレーダー堀川だー。ベイブレードはベイボーと変わっていくけれども、ベイブレード X と変わってくるけれども、マスターブレーダーという普遍がある。どうもマスターブレーダー堀川ですということで、すいません、時間ないですね。はい、ということで、どうもー、改めて大きな拍手お願いします。ベイブレードマスターおなじみベイブレード開発者マスターブレーダー堀川だ。ベイブレーということで、本日ですね、皆様に体験していただくのはこちらですね。こちらの先ほども動画に出てました4種、アタック、スタミナ、バランス、ディフェンス、この4種、ございます。1グループ20分とさせていただきます。左手の方ですね、はい、グループ1の方、はい、そうですね。じゃあ皆さん、じゃあ前にお越しいただいて準備していただいてもよろしいでしょうか。はい、ランチャーグリップがですね、本来スターターの方はランチャーだけなんですけど、別売りでこのグリップがついておりまして、付ける位置を変えることで右利きと左利き対応できる。皆さん、じゃあもうセッティング動画ではうまく映っていなかったのですが、今回のランチャーグリップの付け替えは非常に簡単なようです。バーストのものは結構硬かったので改善されていて、ここはいいなと思いました。こちらにあるコマが4種類ありまして、青いコマがアタックタイプとバランスを、で、黄色いコマがスタミナタイプとウィザーガード、で、緑がナイツということで、皆さんバランスいろいろあると思いますけど、一緒にじゃあもう行っちゃいましょう。はい、ということで皆さんいいですか、特別体験会スタートしますよ。準備はいいか。はい、じゃあハゼンさんも一緒に、皆さんも一緒に行きますよ。いくぞー。3、2、1、ゴー。なるほど。今は勢い余って自滅してしまったと。勝ち方にポイントがありまして、こちらのポケットに入ったものがオーバーフィニッシュといいまして、2ポイントで、大会では4ポイント選手、4ポイント選手、他の勝敗方は相手より長く回って勝つスピンフィニッシュが1ポイント、スピンフィニッシュが1ポイント、オーバーと一緒なんですけど、このエクストリームダッシュして一番この大きなスペースに入れるとエクストリームフィニッシュといって、3ポイントになります。3ポイント、はい、じゃあせっかくだからダッシュしやすいのは青い、せっかくだからアタックタイプのベイも使ってみましょう。じゃあディフェンスタイプ、相性的には、アタックタイプはスタミナに強く、スタミナはディフェンスに強い、なので、相性的にはこちらにこちらね。ただ、そうですね。いきましょう。3、2、1、よし。アタックはもう早めにダッシュして、ダッシュしたい、ダッシュしたいが、なんとか耐えたい。当たる場所がいいから。なるほど。この後は、惜しいですね。でもバーストもあるんで。バーストもそうですね。そう、バーストもあるんで。まだわかんない。いやー、やっぱりスピンフィニッシュして1対2ということですね。なるほど。じゃあ逆にこれ使ってみて。じゃあ俺これ使ってみる。コツとしてはですね、アタックタイプはこの辺りからダッシュしだすとすごい強い。なるべくこの辺を狙ったいですね。なるほど。3、2、1、アタックもできます。このシュートはいい感じのシュートが。惜しい。危ない。危ない。いける。逆にやられた。いやー、まだか。ここはもうあとはスタメン勝負になってくる。あとはバーストするかどうか。そうですね。バーストがあると怖い。低速だ。まあこの辺でバースト。危ない。分かった。マジか。
今ですね、バーストギミックが過去のシリーズと変わっておりまして、はい真ん中のこれパーツがですね3つに分かれるんですけど、はいはい。真ん中のパーツがバーストに関わるギミックになっておりまして、はい真ん中が動いていくとバーストするように、ここに当たるとバーストするようなギミックになっております。で構造は変わってきます。組み立ては簡単なんですか？そうですね。組み立て3パーツに分かれるようになってまして、白い部分をこの輪っかに入れて、ちょっとスペインのフードを作って、最後にこれで差し込むだけ。これが逆ですね。これを抜いて、これを回して、これを回して、すごい簡単だ。つけて、これを回して、あとはこれを刺すだけ。パチっていうまで刺せばもう滑れる。ちなみに噛んだ時にギアが接触するんですけど、このギアの部分をですね、くるくるおお、すげえ回ってる。はい、影響する。なるほど。で、ここがさっきみたいにこうずれていくと、ぶつかってうまいことここがぶつかると、ぶつかってこれがずれると、これが外れてバーストする。なるほど。ちょっとウィザードアート使おうかな。あ、じゃあこれってカスタマイズしてもいいんですか？あ、どうぞどうぞ。ちょっとはい、期間の中でいただければ。せっかくならカスタマイズしたい。まあ、過去バーストシリーズと一緒でフラットなものほど暴れやすい。そうですね。はい、点ほど動き。はい。じゃあフラットもらいましょうか。で、これを差し込めば、暴れるヘルズサイズができた形。暴れるヘルズサイズ。なんか怖いね、暴れるヘルスタイル。これはよりそうですね、点で止まるスタミナ系のサイズの。これ高さも変わってくるんですあ、ね。よく気づきましたね。ラチットがですね、ラチットを変えることによって高さが変わるようなものになっております。なるほど。60と80で、数字がこの間の数字がでかい方が高さが高い。で、4と3っていうのは歯の数です。そうですね。じゃあちょっとせっかくカスタマイズしたんでこれでいきます。これでやってみましょう。いきますよ。3、2、1。お、ちょっとこれこのままおお。この状態もまだバトル継続したものになっております。そうなんこのスタジアムの外に出ない限りはバトル継続。なるほど。さっきはそうですね、高かったので下から当たってバーストした。なるほど。いやツールもいりませんし力もほとんどいらなかったので非常にカスタマイズしやすくなってるかなと思います。今回ランチャーの爪が3つになってて、その3つでベイをつかむようになってました。形状もベイブレードバーストの時とは違ってこう引っ掛けるような感じの形状でした。また引っかかってるだけなので、そうですね。しっかりつきますけど、でも数やっぱシュートするときは持ってる手を動かさないことがやはりエクストリームフィニッシュ惜しい。おお、結構強い当たりがするんだが、だから以前に比べてスピンフィニッシュのポイントがだけが少ないんで、より激しいバトルを。なるほど。アタックがちょっと有利というか、まあアタックの価値も上がる感じで。いやでもアタックが一番いいじゃん。そうですね。この一番 X の醍醐味を味わえるのはアタックタイプ。そうですよね。アタックが一番。3、2、1、ゴー。さあ今度おお激しい。エクストリームじゃないですよ。いや、アタックが結構強くていいですね。アタックいいな、すごい。ね、アタックがいい。エクストリームフィニッシュ決まった時が一番。そうですね。感じて。感じて。楽しい。これ20分しかできないの？無限やりたい。いいな、めちゃめちゃいいな。3、2、1、ゴー。そこは危ない、そこは危ない。半分理解して10分程度になりますので、そろそろ動画のね、動画、撮影の方をこの後イメージしていやー、ディフェンスタイプは衝撃に対して出す力が強い。皆さんもですね、残り10分そうですね。いやでもやっぱアタックがいい。アタックがいい。アタックで勝った。アタックがじゃあバランスでバランスで。
3、2、1、ゴーシュー。そして丸みの今の我慢がこれにすれば終わると。見たいのはこれじゃない。ゴーゴー。3、2、1、ゴーシュー。メタルでできてるベイなんだけど、手でさ掴んじゃったんだけどさ、まだ回転してる時に、これはもう個人差で俺がそういうのにもしかしたら慣れてるだけかもしんないんだけど、痛くなかったね。あとまあ下の方からすくい上げてるから、あんまりメタル部分には手を触れてないってのはあるかなとは思うけど、でもこう乗せる軌道は分かってきた。あ、そう、確かに。打つ場所によって変わる。そうですね。3、2、1、ゴーシュー。でここで乗る。激しい。最高。こちらバーストフィニッシュが出てますスリムダッシュはもうマスターしています。気持ちいいからのバーストフィニッシュが今生まれました。気持ちいい。でその2人っていうのはメタルブレードで第2世代、そしてそもそも第1世代のオリジンが入ってもう全てが今この動画によろしく激しい。凄まじい映像が撮れましたね。こちらがその映像チームです。3、2、1、ゴーシュー。まだいい。あと1回ある。はじけて。第3世代までお、まだあるまだある。いや、来でもあれっすね、弾く力強いですね。メタル同士なのでかなり弾く力は強くなる。弾く力がすごい強い。やっぱこれがちょっと気に入っちゃったなこれ。バランスタイプは打ち方によって挙動が変わってくるので。3、2、1、ゴーシュー。で乗って自滅したらいやもう俺は分かった。分かった。エクストリームダッシュは分かった。ここに押し出すだけ。3、2、1、ゴーシュー。これぐらいの力でエクストリームフィニッシュ。やった。3ポイント。3ポイント。もすげえ気持ちいい。すごい綺麗に決まったね。これは気持ちいい。なるほど。下でここが一番大きい。いわゆる野球でいうホームランだったり、なるほど。バスケットでいうスリーポイントみたいな。ああ、スリーポイントシュート。皆様残り5分です。5分しかない。残り5分しかない。なので皆さん3、2、1、ゴーシュー。こいつはもう再現に近づいているので撤収をイメージしてこんなとこ行きます。これいい。いや俺気に入った。3、2、1、ゴーシュー。エクストリームおお、飛んだ。フィニッシュとして一気に3ポイント。危ない危ない。耐えた。耐えるのか。このルール制のバーストから変わっているので、おお、変なところ。すごい。倒れないです。そうです。ミドルは倒れづらい。いいな。アタックにしちゃおうかな。アタックで激しくなってる。3、2、1、ゴーシュー。エンジの皆さんもですね、マジか。アタックタイプとバランスタイプはバーストしづらくなる。あ、そうなんですね。ディフェンスタイプはバーストしやすいものになっています。あ、この構造とかこっちの構造とかですか。ギアの構造によって変わるように。全部でってことですか。このギアがピットのここの構造で。ここの出っ張りがあるかないかによって、あ、このそうですね。このラチェットのパーツをこの四角い部分ですか。そうです。四角いフラットの。なるほど。ここでバーストしづらさが変わってる。なのでアタックタイプはより激しくぶつかるのでバーストしにくくなるように、動きはギアによって決まるので、なるほど。ビットによって決まるので、なるほど。ディフェンスやスタミナセッティングすると比較的地味なバトルになるんですけど、その代わりバーストしてしやすくなってしまうというデメリット。なるほど。3、2、1、ゴーシュー。そうされてしまった。ああ、しましたね。まあでもこれ真ん中が危険なんで、今までみたいに真ん中に落とすじゃダメですね。真ん中はいい軸になってしまう。そうなんですよね。あ、ここだけ高いんですね。ストリームフィニッシュはなるほどなるほど。死滅はなるべくしない。こことここは低いけど、ここは高いと。3、2、1、ゴーシュー。ここで落ちるのが多いですね。そうですね。
なかなか難しいな。ここは使うのが難しいかも。今回シュートパワーって本当に大事だなって思って、あんまり力強くシュートしちゃうと自滅オーバーしちゃったりっていうのもあるし、スタジアムのね周りに配置されている緑色の溝、エクストリームラインっていうらしいんだけど、あそこに乗ってねエクストリームダッシュっていう軌道を決めたいんだけど、あんまり強くシュートするとあそこにうまく入らなくって、エクストリームダッシュも決められないんだよね。そうだね。実際自分がヘルスサイズ使ってる時にシュートする時にエクストリームラインに乗せようと思ってシュートしたんだけど、思いっきりだけどね、どうしても自滅オーバーっていうことが何回かあったから、ただ単に強くシュートすればいいってもんじゃなかったかな。特に俺もね動画内で俺エクストリームダッシュ分かったみたいなことをほざいてるシーンがあるんだけど、あの時ね緩めにシュートしてたのよ。力を入れずに若干緩くシュートするとすごく綺麗にねエクストリームラインの軌道に乗ってすごいアタックを生み出すことができてたんだよね。今後アタックを使う方はエクストリームダッシュってのをどれだけうまく使えるかってのが重要になってくると思ったね。だからそれに関するシュートパワーとか、あとシュートの位置とかもかなり重要になりそうだなと思った。いや、俺はもう俺掴むここに書いていただけると、非常に開発チーム全員見てます。そこでちょっと止まったら、良き悪き、感じながらですね。危ない。いや、ちょっとグラグラしてるが大丈夫かこれ。こっち楽しい。無限にやらせてくれ。そうですね。残り2分ですね。残り2分。かっこいい。いやー、これ宣伝として完璧じゃないですか。めちゃくちゃいい攻撃できましたね。いやー、分かってるね、この子。この子分かってるよ。宣伝分かってる。いい動きやってくれましたね。90秒。あと90秒、あと90秒やりましょう。ラストで。1分ぐらい皆さんね、ちょいちょいここだけは話を。真ん中で。おお。危ない。最後決めるか。おお、危ない。これは守りきれ。スタミナで。これは大満でしたよ。ハセンさんの本当のアナウンサー。均等ですね。フォアボール1分切りました。そうですね。初期の1分切りました。有利フルがありますけど、最強はできないような。移動の準備を始めてください。じゃあ並べて。はい、ラストで、はい。じゃあこれで。いや、マジで楽しいっすよ。マジで楽しい。みんなにおすすめしたい。おすすめ。やろう。ありがとうございました。でこのスピンが1点になったこととか、あとスタジアムの形状的にね真ん中にベイがいると攻撃されやすくなったっていうのもあって、今までの、持久タイプのベイって結局一番強いんだよなみたいな、そういった環境からは変わっていくかもしれないなとは思ってる。そうだね。結構アタックがね、新しいギミックによってガンガン決まるからさ。とはいえアタックがじゃあ最強かって言われればそんなこともないなと思ったね。暴れ回るからさ、スタミナロスも多分するだろうし、あとうまく相手に当たらないと自滅オーバーしちゃうんだよね。真ん中の相手にしっかりとこの速度の乗ったねエクストリームダッシュの攻撃をするっていうことは、今回動画の中でも1回か2回あったと思うんだけど、そこに相手がいないと、要は自分がそのオーバーフィニッシュのポケットに突っ込んでっちゃうんだよね。そうだね。あとそのスタジアムの形状上、端っこに飛ばされても最後まで停止してなければその負けにはならないから。エクストリームラインの向こう側ね、さらに奥ね、向こう側、その奥側、そこもね、なんかうまく活用できないかなってね、体験終わったと思ったかな。そうだね、1回だけあそこに乗ったもんね。だからスタミナタイプとかディフェンスタイプでアタックタイプにもし当たりたくないし、バーストもされたくないなと思ったら、そのエクストリームのね外側の方になんかうまくシュートできれば初動のアタックとか逃げれるんじゃないかなと思ってます。
あと自分のベイが回転力が弱くなったとしても相手のベイを弾いて相手のベイをスタミナを一気に奪うってこともできるから逆転の可能性はなんかあるよね。そうだね、意外と今回もそういうシーンあったと思う。あれこっち勝ってたのになみたいなシーンは何回かあった気がするね。最後までやっぱバーストの時もそうなんだけど何が起こるかわからないっていうね。あと今回のスタジアムでオーバーポケットとエクストリームフィニッシュのポケットの穴が同じ向きに配置されてるんだけどアタックを決めに行ったベイがオーバーポケットに入るっていうね、その同時オーバーっていう概念がなくなったからそれがねとても個人的にはねすごいいいなと思った。この後のあれですね、掛け声はあ、これ1個ずつの累計出荷するところ懐かしい。今もう集中しちゃったんですよね。懐かしい。これひっくり返ってんの直したい。触っていいの？じゃあ行きましょうか。じゃあストップウォッチももらったんで皆さんで展示の皆さんもいいですか。そして強い気持ちを作ってる皆さんも行きますよ。めっちゃいい。懐かしい。いいかハセンさんもいいですか。いいです。行くぞ。さあ丸2のグループが始まった。いや、展示コーナーもいいね。存分にね、マルチ。相当ズブル版ある。お、本当だ。これ知らないんだけど。知らないものがある。ズブル版が。すごい、こんなのまであったんだ。あ、これ韓国だ。本当だ、世界中すげえ。発売してる。こんなにいろんな国で売られてたんだ。へえ。サイズ結構ちっちゃい。こうやって見るとね。バリキュール一番最後にだけついてる。そう、だいぶ小さく見えるね。いやー、全部かっこいい。で、これが干物ね。そして皆さんもう10分来ました。シュートしていいみたいっぽいのでやってみます。今10あとあ、軽い。おお、軽いしすごい暴れ回る。いや、これいいね。これいいね。こういうのもついてくる。いや、このセットもいいっすね。皆さんも行きましょう。じゃあこのベイブレード X4 月15日発売、ね、皆さんの力でぜひ、ね、盛り上げていきたいなと思ってますので協力して、ね、お互いに頑張っていきたいと思います。ベイブレード X よろしくお願いいたします。ということで行くぞー。